プラダを着た悪魔がですね、金曜ロードショーでですね、10月の16日にやってですね、僕は実はすごい好きなんですよ。別に SF でも何でもない普通のですね、女の子のサクセスストーリーですね。目新しいかって言われたらですね、ウォール街という映画がですね、1980年代の最初の方にあったんですけども、もう完全にこれのリメイクなんですね。1980年じゃないか、ね、ないか、ウォール街いつ頃か忘れちゃった。ウォール街という映画があって、これを女性バージョンにした映画でですね、その意味で新しめはそんなにないんですけどもですね、この間どんな映画だったかなと思って最初の3分だけ見ようと思って最初の3分見たんですよ。そしたら、やっぱり全くですね、やめることができなくて、最後まで見ちゃったんですよね。で、面白いなと。ね、何が面白いのかっていうと、階級ではなく、階級の話ではないんですよ。貧乏な女の子がサクセスして上流階級を除いてくる話なんですけども、そういう階級の話ではなくて、ステージの話、ライフステージの話なんですね。階級っていうのは生まれながらで決まるんですけども、ステージっていうのは生まれながら決まるその階級ではなくてですね、個人で上がったり下がったりですね、別に収入なんか1円も上がらなくても、ステージは例えば僕らでもですね、急に上げたり下げたりできる。それがライフステージってやつなんですけども、ただしですね、その望むステージに居続けるにはですね、本人の努力が必要と。いわゆる日本で意識高い系の意識っていうのが、ステージに近いものだと思ってください。ただし、アメリカ人が生活の中でいうステージっていう言葉には、その意識高い系という中で揶揄されているネガティブな部分があんまりないんですね。そうでなくて、生活のディティールがどれぐらいちゃんとそれにフィットしているかですね。一致しているのかがポイントになってくると。で、望むステージに居続けるには絶対毎日の努力が必要で、その努力をしているかどうか、一番簡単に見分ける方法が実は外見なんですよ。で、見た目っていうのは毎日のその努力なしには維持できないと。現にこの主人公のですね、アン・ハサウェイですね。アン・ハサウェイすら、顔はすごく良くてスタイルもいいんですけども、それだけではですね、ステージが高いというふうには見なしてもらえないんですね。ステージが高い努力をして見た目を良くしてるのかどうか、それは元持ってるものとが何かあんまり関係ないですよ。それによってちゃんと努力が見える形でわかるんですよね、この映画を見ていると。で、この映画のですね、冒頭2分のですね、わずか2分のモーニングルーチンってやつですね。つまり朝起きてから何するのかでですね、ステージの違いっていうのがわかりますね。これをネタバレなしで紹介してみようと思います。一番最初のタイトルです。冒頭ですね。一番上ですね。アバンタイトル、曇った洗面台の鏡なんですよ。で、洗面台の鏡をですね、アン・ハサウェイがシュッと手で拭いて歯を磨いているシーンから始まります。で、アンドレア、アンディっていうのが主人公ですね。ここから始まって、次の2カット目がですね、マテンローですね。ニューヨークのビル街がゴーンと映って、ザ・デビル・ウェアーズ・プラダ。プラダを着た悪魔という現代が映ります。これでですね、マンハッタンのビル群が映るので、これが舞台だというのがわかるんですね。で、この同じ街に住んでながらですね、全く違うモーニングルーチンの女の子たちを見せるんですね。で、みんなアンディと同じような20代半ばのですね、オフィスで働く女子。ここまでは一致してるんですけど、生きてるステージが違うと、こんなに朝が違うんだと、モーニングルーチンが違うんだっていう話です。アンディの鏡がですね、最初に映るのは何かというと、彼女が住んでる部屋で鏡がここしかないからなんですよね。だから彼女はありとあらゆる鏡の前でやることをこの洗面台の前でやると。それは貧乏だからじゃないんですよ。いくら貧乏でも鏡ぐらい買う余裕がある。でも別に鏡なんかいらないわと思ってる生活してるんですね、彼女は。だからそういうステージの女だっていうのを観客に分からせると。僕ら冒頭、男は特にそういうのあんまり気がつかないんですよ。鏡の前で歯磨いてる美人だなというふうに考えるんですけども、女の子でですね、仕事やってる人でこういうことに興味があったら、この子は割とこんなことに気がつかない人なんだなっていうのが、やっぱわかる。そこら辺のね、違い、男女の違いも面白いですよね。で、よいしょ、次行きましょう。で、次はですね、アンディと違ってもっとステージが高い女の人です。一コマ目。よくわかんないんですけど、これピントが今ね、動いてるシーンだからですね。窓が全開のマンションの部屋で、
向こうにですね、マンハッタンのビル群が下に見えてます。つまり、かなりですね、ビルを見下ろす位置にあるですね、アパートメントの部屋ということです。そこでですね、すっぱだかの上で下着をつけてる女の人ですね。カーテン閉めないのは隠さないから。つまり、カーテン閉めないのはですね、自分を見下ろす位置に窓がないからですね。ビルの窓がないから。だから見えないだろうと。下からだったらですね、反射で、外が明るい限り逆光になってですね、覗けないから安心してるのと、あと、スタイルいいからあえて隠さないというですね、ステージの高い人のものの考え方をするわけです。だから、上流階級の人たちっていうのは肌の露出が高いっていうのはそういうところにもあるんですけど、あれは自分たちがスタイルをキープしている、つまり、日々の努力を怠っていないということを見せびらかしているわけなんです。一番最初ですね、全開の窓の前で、全開ってカーテン開いてるということなんですけども、ブラをつけてる女性。で、二個目ですね。次のカットですね、シルクのストッキングを履いてる女性。シルクのストッキングなんですよ。シルクって伝染しやすいんですね、シルクのストッキング。で、一回伝染したらもう修理できないのでですね、電車で出勤しない女だという意味ですね。あと、オフィスでのみ働く女だと。つまり、オフィスって言ってもちょっと肉体作業があるような人は絶対シルクのストッキングなんか履かないんですよ。そういうですね、女の人だというのが見てわかるわけですね。で、それに対してアンディです。アンディはですね、タンスからですね、履けるパンツっていうのを出すんですね。パンツをいくつか見ててですね、そう見てる理由は色とかを見てるんじゃないんですよ。このパンツはまだいけるかっていうのを見てるわけですね。レースがへたってないのかっていうのを見てるわけですね。で、レースのへたり具合でまだいけるっていう顔をしてですね、これを履きます。次のカットですね。服の選び方。ステージの違いですね。一コマ目の人ですね。一番このいいとこに住んでる人ですね。ウォークインクローゼットの前に立っています。ウォークインクローゼットっていうのは部屋一つが丸々衣装部屋クローゼットになっている部屋のことですね。スカーフと、ここにスカーフですね。で、靴ですね。スカーフ、靴、バッグなどですね。あとは上着などがですね、並べてあります。で、これ同じ場所にあるのがポイントなんですね。だからその場でですね、大きい鏡を見ながらセットアップを決めるわけですね。上から下まで。で、芸能人のお家ですね、時々ウォークインクローゼットっていうのは出てきて、その中に靴ばっかり入ってたり、カバンばっかり入ってしてるじゃないですか。あれはもう貧乏人のやり方なんですよね。つまり、金持ちっていうのは別の部屋にその季節の服っていうのがあってですね。で、その季節ごとにウォークインクローゼットの中に服やカバンや靴を集めて、そこでセットアップを決めるっていうのが、その上流階級の服の決め方なんですけど、この人はそういうやり方をしているとですね。で、二コマ目の人、この人はね、上の人よりはちょっと貧乏なんですけども、ウォークインじゃないんだけど、クローゼットからスカートを選んでます。で、選び方としてはちゃんとね、窓から太陽光が入って、その太陽光でチェックしながら、自分の背より高い鏡を見て、どのスカートが合うかっていうのを選んでますね。で、三つ目ですね、コートを引っ張り出すアンディです。台所の窓がはるか向こうに見えるんですけど、暗い部屋でですね、クリーニング屋のワイヤーハンガーに吊ってあるですね、コートを見もせずに選んでます。今日は寒いからこれかなっていうやつですね。鏡もないし、何か合わせて考えたりもしない。こういう女だっていうのがわかるわけですよね。こういうのがですね、アンディの生活です。主人公の。次、メイクです。メイクですね。金持ちの女の人はですね、これ引き出し開けたら化粧品並んでるんですけど、それより注目はこの左上ですね。銀張りの鏡ですよね。洗面台、これつまりこれが出しっぱなしっていうことは、メイク専門の、洗面台があるということなんですね。化粧台というのを部屋にあるということなんですよ。で、鏡があるのはですね、鏡の銀張りっていうのは湿気を嫌ってすぐに曇っちゃいますのでですね、いつも磨いてなきゃいけないですね。そういうふうなものがあるということが、この人のですね、すごくいい生活っていうのがわかります。で、そこからですね、アイメイクしている女の人、で、ルージュを引いている口紅ですね。ルージュを引いている女の人って出てきてですね。で、我々のアンディ、主人公、アンハサウェイはどうしてるかというと、ちょっとこれ小さいんですけども、端っこにですね、リップクリーム映ってるんですけどもですね、リップクリーム塗るだけなんですね。手を伸ばしてリップクリーム塗るだけで、その横にあるのがですね、ノートとですね、鍵と、今や懐かしくなったガラケーです。で、鍵もですね、キーホルダーに鍵が2つしかついてません。ということは、部屋の鍵と、あとアパートメントの玄関の鍵だけなんですね。つまり、
彼女はですね、自動車のない暮らしをしているということです。ノートはですね、すごく小さいノートでボールペンが刺してます。でね、ノートって面白くてですね、アメリカではですね、エグゼクティブクラスになればなるほどノートが大きくなってハードカバーになっていくんですね。書くことが多いからっていうのもあるんでしょうけども、大体、仕事できるビジネスマンっていうのはノートがどんどんでかくなるんですね。で、ボールペンもこういう使い捨てのボールペンっていうのはまず使わない。ここら辺でもですね、アンディの生活っていうのがですね、こう表現されています。やっぱハリウッド映画って面白いのは、特に女性映画って面白いのは、その人の生き方っていうのを絵で見せちゃうことなんですね。男性映画だったら、どんな車に乗ってるのか、どんな酒を飲んでいるのか、で、部屋にどういうポスターが貼ってあるのかでものすごいいろんなことを語っているんですけれども、女性映画の場合はですね、この身の回りの小物をですね、割と執拗に映すことで、あ、この人のライフステージここら辺なんだっていうのがわかるようになっていると。もうこの辺からもう僕は画面に釘付けで、やっぱりプラダを着た悪魔面白いなって思っちゃうわけですね。で、次です。部屋を出る直前にですね、アクセサリーを選びますですね。一番上のですね、金持ちの人はやっぱ窓際でですね、アロマキャンドルがあります。アロマキャンドルの中のですね、いつものアクセの中からですね、今日のやつを選びます。これいくつもバリエーションがあるやつで、もうこの人ね、日々そんな細かく変えたりしないんですね。自分のやりたいことが決まってるから。なので、同じように見えるやつの中から一つ選んでます。で、次ですね、中国系の人がですね、アクセをつけて、耳につけてですね、で、鏡の前で、映えを確かめてると。どんな風に見えるかなっていうのを確かめてるわけですね。で、それに対して3コマ目、アンディです。コーヒー飲みながらですね、仕事の準備しています。髪の毛はボサボサです。これ見てもわかるかな？髪の毛ボサボサでですね、大学新聞時代の自分のベスト記事っていうのを選んでる。大学新聞の時に書いて、新聞に掲載された記事で、今日ちょっと秘書の仕事なのでですね、一番自分の仕事ができるというのをアピールできるっていうですね、そういう新聞記事を選んでるんですね。でこれね、スケジュール帳を見て、人事部長って書いてあって、面接って書いてあって、自分の仕事を選んでるってことはもうね、ここまでで、向こうの人だったら、ああ、これよくある面接シーンだってのがわかるわけですよ。で、面接なのに、この人たちは普段の出勤なのに見た目を気にしてるけど、この人は面接なのにもう髪の毛がボサボサで口にはリップ塗ってるだけなんですね。この時点で、アンディっていうのはですね、仕事っていうのを大きく誤解しているのがわかるわけですね。アンディはですね、外見より中身で選ばれるべきだと思っているんですね。しかし、外見こそが、この映画の中ではですね、外見こそが日々の努力の証拠なんですよ。昔の実績、私はこの仕事行きます。私にはこの中身があります。それは昔なんですよ。で、日々、今現在、いかに研鑽しているのか、いかに努力を続けて、いかに自分をステージアップさせているのかっていうのを最初に相手にプレゼンするのは、それはもう外見なんですね。それを知らずに面接に向かうアンディは、これから痛い目を見るわけですね。ずっとかかってるですね、これずっとオープニングのテーマ曲ですね、TK タンストールっていう人のですね、Suddenly I See っていう曲がかかってます。Suddenly I See っていうやつで、突然わかったのっていう曲ですね。彼女の顔は世界地図、とても美しい彼女の周りは光り輝いているっていう歌詞なんですね。突然わかった、これが私のなりたいものだって、どれほど大切かっていうことですね。後で出会うメリル・ストリープのですね、迫力、人格、あと、モンスター的な性格でも、気品、仕事ができるところにですね、打ちのめされてあんな風になりたいってアンディのこれからの運命と、あとは、外見っていうのがなんで彼女の顔は世界地図なのかっていうと、歌のテーマとこの内容とくっつけてるわけですね。実は見た目にすごく現れてるから、人間が中身だって言うんだったら、その中身を表現する媒体は外見じゃないかっていうふうに言うわけですよね。見た目でアニメを選ぶ僕らと似たようなことを言ってるわけですけどもですね。そうですね。もうみんなね、機動戦士ガンダムや未来少年コナンは絵が古いから見ないというふうに言われたら、外見じゃなく中身だろって俺なんか思うんですけども。いいや。顔だけじゃなく外見、つまり見た目をどのように毎日努力しているのかでその人の世界ができているっていう、そういう意味のテーマ曲にちょっと持ってってるわけですね。で、次ですね。行ってきますっていうふうにですね、彼氏にですね、キスするアンディですね。で、この
一カット前がですね、いろんな女の人がですね、靴履くシーンなんですけど、もうみんなピンヒールか高いヒールばっかりなんですよ。で、それに比べてですね、アンディがちょこっとこう足上げてるんですけど、ここに見えるですね、靴がですね、一応ヒールはついてるんですけども、ダッサい靴なんですよね。で、彼氏にキスしてるんですけど、上に貼ってる写真。これもですね、写真の直張りなんですよ。額に、フレームに入れてるわけでも何でもない。生活を美しくしようという意識がまるでないという意味ですね。で、せっかくの窓の外がですね、レンガの壁なんですよ。だからもう、そんな部屋に住んでるということですね。一応マンハッタンの近くなんだろうけども、窓のすぐ外が壁だっていうのはどんな部屋だよっていうふうなことです。で、彼氏がですね、今新聞読んでるんですけど、彼氏が読んでる新聞にクロスワードパズルが載ってると。つまり、ウォールストリートジャーナルを読んでないんですよ。男性でですね、この人はですね、これからですね、バビーズっていうですね、いわゆるニューヨークではそこそこ美味しいんだけど庶民的なですね、バビーズっていうですね、レストランで働いてて、で、俺はもっと、チャンスを掴んで上がっていきたいんだって言うんですけど、チャンスを掴んで上がっていきたいんだったら、お前が読む新聞は、クロスワードパズルが載ってる新聞じゃねえだろ、ウォールストリートジャーナルだろっていうふうにですね、見てる人がですね、私の彼氏もあんな新聞読んでるわっていう文句を言うような構造になってるわけですね。すべてローワーな、その階級のサインなわけです。で、朝ごはんのシーンですね、次。面白いでしょ。本当にね、あんまりね、僕もそんな階級とかステージとかっていうのを意識してるわけじゃないんですよ。で、意識してたらこんな見た目のはずがないし、こんな風に嬉しそうにですね、ダフビールのですね、シャツなんか着てるわけがないんですけども、ただプラダを着た悪魔を見てると、その映画の中の価値観に酔いしれていって、そうよ、こんな男ダメよとかですね、そうよ、こんな女の人がいいのよとかって言いながら、最後は愛よねっていう風になっちゃっていくところが映画のちょっと悪魔的に面白いところでもあるんですけどもですね。で、朝ごはんです。一人目ですね、の人はですね、まず盛られたフルーツ、で、ヨーグルト、で、ですね、タッパーウェアじゃないな、これなんだかパイレックスだ。ガラスのパイレックスの容器にですね、シリアルを直に入れます。なんでパイレックスに入れるのかっていうと、パイレックスにはメモリがついてですね、どれぐらい食べるのかというのを厳重に管理している。つまり、自分で食事を管理しているという意味ですね。この人が一番バリエーションが豊富です。で、次の人ですね、アーモンドをですね、8粒だけ、別の皿に移してコーヒーと一緒に食べてるんですね。食事をナッツだけにするというのはもうマイケル・ジャクソンもやっていてですね、少年隊のですね、東もやってるそうなんですけどもですね、これはですね、ステージ高い人のお約束ですね、ナッツだけの朝食。で、それに対してですね、アンディはですね、ベーグル屋で、街のベーグル屋でですね、クリームチーズたっぷりのですね、ベーグルを受け取って歩きながら食べてる。4個目ですね。歩きながら食べてるですね。ここら辺もですね、もうどんどんステージが違うわけです。そんなんで力出る方、朝飯の力が出るのかっていうふうに言う人もいるかわかりませんけど、今コメントでも流れたんですけど、こいつらはこれで力を出すんですよ。アメリカ人の底力恐ろしいですよ。で、僕ね、最初に、プラダを着た悪魔が、階級というかステージ書いてるなと分かったのがこのシーンなんですけども、住んでるマンションの違いかな。一番上がですね、一番成功しているお金持ちっぽい女性の人です。で、アパートを出たところをですね、階段で降りるんですけど、その階段にポーチがあるんですね。で、ポーチがあるっていうのは何かっていうと、かつてドアマンがいたからなんですよ。いわゆるマンションのからですね、マンションの玄関が1メートルか、70センチぐらい高くなって、そこから3段か4段の階段ついてるだけなんですよ。そこにポーチつける必要何もないんですね。でもポーチがついているというのは何でかというと、そのポーチの部分に昔ドアマンがいたからなんですよ。もう今はいないけども、ただそのポーチがついている玄関の家に住んでいる。周りを見てください。店が一切ありません。ということは、ここは高級住宅街、住宅専門の街っていうようなことですね。で、その次に金持ちの女性がですね、部屋から出てくるシーンです。店はあるんだけど、窓が大きくて明るい高級専門店ですね。下品な看板が一切ないです。で、この人はですね、ポーチがないですね。普通に手すりだけの玄関から出てきますですね。多分この人次の引っ越しでですね、絶対にポーチ付きのアパートを狙ってるはずです。で、3番目、アンディのアパートです。ア
ンディのアパート手すりもないどころかですね、玄関の段差が2段しかなく、この2段のですね、コンクリの階段がもう崩れかけてるんですね。これダメな家の特徴です。で、おまけに、アパートのですね、ドアが開きっぱなしなんですよ。で、この上の2つのですね、アパートはですね、ちゃんと出入りするとですね、ドアが閉まるんですね。それでロックがかかるセキュリティがあるんですけども、アンディのアパートだけドアが開きっぱなしで、これがどんなにダメなのかわかりますね。まあ、大体このドア開きっぱなしというよりも、この階段のあたりの汚さで家賃の安さがわかる。まあ、あとは隣の店のちょっと安っぽさみたいなもんでしょうか。で、ここで僕が何がって思って、このアニメってそういうステージを表してんだって分かったのかというとですね、実はこの二人が向いてる方向なんですね。上の二人ですね、家から出るとき左向いてるじゃないですか。で、これ偶然じゃないんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、一つ目の理由はタクシー探してるからなんですね。アメリカでは車は右側通行だから、この前に来るタクシーっていうのは必ず、左から、彼女から見て左側からやってくるわけですね。だからタクシー探してるから、地下鉄通勤じゃなくてタクシー通勤だからだ、なるほどなって思ったんですけど、理由それだけじゃないんですよね。マンハッタン島っていうのは、これマンハッタンが舞台ですよね、最初に出てきた通り。で、マンハッタン島っていうのは南北に長くてですね、北のセントラルパークの横あたりから北の方に向けてですね、アッパータウン、いわゆる上流階級の家賃が高い家が続くんですよ。で、ビジネス街があるのはビジネスタウン、ダウンタウンの方ですのでですね、北から南に彼女たちは出勤するんですね。で、それに対してですね、主人公のアンディはですね、地下鉄で、より南からやや北へ出勤すると。出勤方向が反対なんですね。で、彼女たちは北から南へ出勤するからこそですね、左側を向いて南へ行くタクシーを探してるわけですね。このあたりのですね、これ本当に偶然じゃないですね。ちゃんとね、そういうふうに描いているのが、何人ものキャラクターでそれを描いているのが、ここすごいなと思いました。ここら辺もこういうちょっとした地理的なトリビアみたいなものを入れて、ステージ差を出すっていうのが、ハリウッド映画の面白いところですか。結局、人種的ないじりっていうのがやりにくいので、ステージの差を見せるというのは行動とか、こういうちょっとしたディテールで見せないと、後で問題になるんですね。そこら辺の積み上げがすごいです。で、外へ出たアンディのですね、住んでる街が、出てくるんですけども、もうね、下品な看板だらけなんですね。1階が全部商店ですね。それも中華料理店とかですね、酒を売ってる店が入ってるんですよね。つまり、治安が悪いということです。高級住宅街とかですね、高級店街行くと、1階で酒を売ってる店なんてありえないわけですね。それぐらい、アルコールと、普段の生活っていうのは切り離して、アルコールはパーティーとかで飲むものっていうのが、向こうのステージ高い系の人たちの考え方ですから。で、子供たちがですね、この後集団登校でダーッと歩くんですけども、集団登校で子供たちが歩くということはイコール、その子たちの親は車で学校に送らないということなんですね。ニューヨークではやっぱりこれも、いわゆるローワーなクラスの振る舞いというふうなことになります。で、ワンウェイっていうですね、これ一方通行って書いてるんですけども、一方通行同士の道っていうことはもう道路幅が狭いということなんですね。だからそういう道路幅が狭いようなところにですね、アンディは住んでいるということです。で、僕がもう一つですね、面白いなと思ったのが、ちょっと見えにくいんですけども、ここ見てください。ビルの上にですね、非常階段が見えてますよね。で、これもですね、ローワークラスの建物の特徴です。ですね、ビルの玄関側、いわゆる表側にですね、非常階段がある理由は、裏に取り付けられないからです。なんでかというと、ビルの裏側同士がくっついているからです。アメリカの道っていうのは道があるじゃないですか。で、道があったら、両側が道だから玄関作れますよね。で、ここにですね、奥行き半分のビルを2つくっつけちゃうわけですね。そうすると非常階段を裏に通せないから、前へ持ってくるしかないんですよ。このレゴで作ったこの建物をちょっと見てください。これはレゴのいわゆる普通の町ビルなんですけども、普通はこうなってるわけですね。裏に行くと、裏庭があって、ゴミを出すところがあって、裏口があって、で、作業員とか掃除婦っていうのはこっから出入りしていて、裏には非常階段があると。これが、そのアメリカ的なですね、ビルの一般的な建て方なんですね。ところが、貧乏になってくると、この裏側同士を、
似たようなビルが裏側同士がこうペタッとくっついてですね。で、この非常階段がこの表の側に張り出していくことになっていくわけですね。そうすると、見た目はかっこいいんですよ。見た目はそういうビルで僕おしゃれで大好きなんですけど、これはもうローワークラスのですね、正面に非常口があるかっこ悪い建物ということになっちゃうわけですよね。いや、なんかね、面白いこういう階級をですね、こまごまですね、見せてくれるんですよ。で、標識にですね、この書いてるんですけれども、ここ見たらわかる通り、ここはローワーイーストサイドっていう場所の、もう名前からしてローワーって言うんですよ。ローワーイーストサイドのオーチャードストリートとブルームストリートの交差点です。ですね、Google のストリートビューで探したらありましたですね。ストリートビューで探したらドンピシャこの古い建物がさっき映ったところでですね、道歩いてる人もなんかこう庶民的な服装してます。次にですね、ニューヨークで旅行できるようになったらぜひともここに行ってみてですね、ああ、ここだとか同じ構図で写真撮ってみたいと思います。プラダを着た悪魔ですね。ここまでで映画が始まってからですね、わずか2分、正確には1分53秒しか経ってませんけども、ものすごい密度の情報なんです。ものすごい密度の情報で働く女性のリアルっていうのをですね、描いています。金曜ロードショーでですね、また配信サービスでアマプラだったら100円だそうですのでですね、チェックしてみてください。それでですね、プラダを着た悪魔の話、これで終わります。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。